これからですね、アジングを始めようと思っておられる皆様にですね、ちょっとロッドの解説からですね、ロッドの選び方についてちょっとお話ししたいなというふうに思います。アジングロッドというロッドがあります。普通の釣り竿とはちょっと違いまして、やっぱりそのアジングというのは魚が、アジが口にくわえた瞬間ですね、それが伝わってくるようなぐらい、感度と言われるものをかなり研ぎ澄まされたものにしてあるわけですね。でそれゆえにですね、道具というものが非常に大事になってくるわけですね。アジとの接点はジグヘッドとラインと竿しかないわけですね。この3つが非常に重要なアイテムになってくるわけですね。で特にその道具、この竿におけるその割合というものがかなりアジングの場合は高いんですね。ですから普通の釣りだと、初心者の方はどんな道具でもいいですよ、何でもやって、始めやすいものが始められて、それからだんだん、高いものにしていかれたらいいですよというふうな形で皆さんお勧めされるわけなんですけれども、ことアジングに関してはですね、その道具がすごく大事なんです。要するに安物という言い方は悪いんですけれども、全くこの次元の違うロッドでやった場合ですね、アジの当たりも分からなければ何も分からない状況なんですね。その竿とこういうふうにして専門に作られた、いわゆるアジングロッドと言われるロッドで、当たりも全部分かります、繊細なところも全てありますというようなロッドと比べていただきますとですね、使われた際にですね、もう最初から初心者の方がハンデキャップを背負って釣りをされることになるわけですね。で初心者の方は特にその何も分からずにやられるわけですから、その方がハンデキャップを背負ってしまいますとですね、ほとんど釣ることができないという、ことになってしまうわけです。でそれぐらいその竿というのが大事になってくるわけですね。でその中においてですね、竿もいろいろあるわけなんです。いろんな種類があります。でどれを選んだらいいのかというところが非常に難しいところだと思います。でそれで弊社の場合ですね、入門用のロッドとして、ガイドポストシリーズというのを作っております。でガイドポストシリーズというのはどういうことかと言いますと、普通の、うちの定番品のロッドよりも、価格は落ちるんですけれども、性能は変わらないものなんです。すなわちここの部分はシャフトというんですけども、このシャフトの部分というのは全く一緒なんです。で何を安くするために変えているかと言いますとですね、こういうマテリアルなんですね。こういうマテリアル、細かい部材ですね。で高いロッドというのは、こういうふうな形でグリップもセパレートになっているわけですね。でセパレートになりますとですね、セパレートを2つに分けることなんですけれども、こういうふうに金属部品というものが結構たくさん使われるようになります。この金属部品が結構高いんですね。でそういったものを防ぐためにストレートグリップにしているわけです。そうすると金属部品というのは数少なくて済みます。こういう節約とですね、このガイドの部分ですね、ここに普通はチタンを使ったりなんかするわけです。でチタンを使うことによって、若干ですけれども軽量化されるというところでチタンを使うわけですけれども、これ今ガイドポストに使っているのはステンレスなんです。でステンレスとチタンの差がどれほどあるかというと、それが分かるほどの人というのはほとんどいないと思います。でここをステンレスにしています。ですから性能面は全く劣らないんです。全く劣らないけども価格だけ落としているというような竿がこのガイドポストシリーズなんです。ですから最初初心者の方が、高いものが、いきなり買うのはどうかというふうにご心配なさる方は、まず最初はガイドポストシリーズを買っていただきたいんです。十分うちのハイエンドモデルと変わらないぐらいの性能は有しています。もう本当に全てを削ぎ落としたシンプルなロッドなんです。でこれを使っていただくことによって初心者の方でも当たりを取るとか、そういったこと、最低限のことは全て分かるようになります。ですからまずこれを買っていただくということなんですね。でガイドポストを買っていただいてから、アジングを楽しんでいただいて、それから次から次といろんなものがあります。いろんなことを、要するに状況に応じて竿を使い分けるためにいろんな竿が出ております。ですからそこをいろいろ学んでいただいてから考えていろんなものに変えていただくというのが一つの方法だと思います。で次にいろいろ悩まれるのがですね、リールなんです。でリールに関しましてはね、これハイエンドモデルなんで、ダイワさんのハイエンドモデルのイグジストというリールなんですけども、これすごい高いリールです。この高いリールを使う必要は何もないんです。要するにリールというのは、アジングにおいてリールというのは何をするものかというと、ラインのたるみを取るだけのものなんです。あとは魚とのやり取りなんですけれども、魚とのやり取りにおいて必要なのはこのドラグといいまして、この逆転する部分だけなんですね。ここの部分の性能にそんなに今もうこの機構自体は古い機構で50年以上前からの機構と変わらない、何ら変わらないんです。
ですからハイエンドモデルも本当にその廉価版のリールもここの性能はそんなに差がないんですね。ですからこの性能の差がなければやり取りにおいてそのトラブルというのは少ないわけです。ですから初めからアジングにおいて高いリールというのはあんまり必要がなくって要はバランスだけなんです。バランスって何かと言いますとですね、リールをこういうふうにロッドに閉じ付けていただきますね。でこの時にですね、竿をつないでいただいてどこに重心が来るかということなんですね。ここら辺をこうやって探ってください。こういうふうに釣り合うところを探してもらうわけです。こういうふうにできればこの辺にあるのが理想です。だからリールの重さによってこれがこうなったりこうなったりするわけです。で34のロッドというのは全て後ろ重心になるようにしています。なぜかと言いますと、こうやってバランスが取れることによって軽いジグヘッドの変化が分かりやすくなるわけです。分かりますか？こういうふうに前が重くなってますと、軽いジグヘッドの変化が前が重いわけですから分かりにくいんですね。それをより分かりやすくするためには天秤のようにこう釣り合った状態にしておくことが必要なんです。ですからこういう状態になるリールを探していただければいいんですね。だから34のロッドだと自重というのがリールには書いてあります。それがだいたい160g からだいたい 200g ぐらいだとこういうふうになります。こういうふうになります。ですからその範囲内のリールをお求めいただきますと大体いけます。それとここのリールの番手ですけれども、2500番とか3000番とか1000番とか2000番とかいろいろあるわけです。いろいろある。で一番重要なのがですね、アジングロッドというのはここからこのバットガイドという第一ガイドまでの距離が短いんです。短いのでここのコイルが、要するにこの径がですね、リールの径が大きくなる。2500番とか3000番になると大きくなるわけです。これ1000番ですからこれぐらいなんですね。でこれぐらいだとこうやってくる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 っとねじりながらここへ入っていくので、径が小さいのでスムーズに入るんです。この径が大きくなってくるとコイルが大きくなるので、ここに入るまでの距離が短いですからスムーズに入りにくくなるんですね。でそうすると重いものはそんなに抵抗関係がないんですけれども、軽いジグヘッドを投げた時にここの抵抗が影響してきるわけです。でそれゆえに飛距離が落ちよるんですね。ですからできるだけスプール径の小さいものほど飛距離が飛ぶということになってくるんです。ですからそういったことを考えて我々はだいたい1000番ぐらいのリールを推奨しています。1000番クラスのリールでだいたい重さが 160g から 200g 前後までやったら OK ですよというような形にしています。でドラグ性能に関しましてはそんなに遜色はないので、そこはもうどういうリールを使っていただいても大丈夫だと思います。ただそういうふうにして径の大きいリールを使われるとそういう問題が起こってくるというのと、ちょっと後ろが重くなりすぎるとこういうふうになって今度フロントが軽くなってしまいますね。前が浮きすぎちゃって余計それがわからないということになります。理想はこういうふうにしてバランスが取れた状態ですね。こういうふうなものをちょっと選んでいただきますといいかなというふうに思います。もしうちのロッドを買おうと思っておられてどのリールに合わせたらいいかわからないとおっしゃる方は、うちの方に連絡をくだされば私どもがお答えさせていただきますので、それは気にしてください。よろしくお願いをいたします。